またマクドナルドと東宝にて伝説が生まれましたよ。今度は何があったの？前回マクドナルドと東宝にてコラボ PV があったのですが、今回新たな驚愕のコラボ PV がマクドナルド公式の X で投稿されたので、今回はそれの元ネタや秘密要素について見ていこうと思いますよ。さて、マクドナルド公式から12日にこんな投稿がされました。おいおいおい、東宝キャラの名前が使われているじゃないか。そう、マクドナルド公式 X から謎の絵コンテのようなものが投稿されたのですが、そこには東宝キャラの名前が使われていたのです。絵コンテの下に限定14日からと書かれているということは新商品のための PV 絵コンテということになるっぽい。絵コンテの1番目はレイムと書かれていますね。そして2番目にマリサが受け取る。待てよ、レイムからマリサに何かを受け取るってどこかで見たことがあるような。3番目はそのままマリサがマクドナルドに向かうという構図ですかね。4つ目はパッチと書かれている。これはパチュリーのレミリア・スカーレットから呼ばれる時のあだ名のパチェのことですな。ごじってるけど、パチュリーのことね。5つ目はモコウという人物。これは藤原のモコウのことでしょう。突然のモコウ？社員にモコウ好きがいるのか、またはマクドナルドカラーということで相性がいいからなのかも。そして最後にマクドナルドマックナゲット黒胡椒ガーリックと書かれている。ははーん、つまりマクドナルドから PV の依頼という感じっぽいな。実はこの絵コンテは適当なものではなく、ある元ネタから取られたものなんですよ。そうだったの？これはウプ主が見たいバッドアップル PV 誰か書いてくれというものからの元ネタ。なんだそりゃ？これを語るにはまずバッドアップルという曲について知らないといけない。バッドアップルはあまりにも有名で、いろんな音ゲーにも収録されている東宝二次創作ボーカルを代表する伝説の曲だよな。バッドアップルを手掛けた同人音楽サークルはアルストローメリアリクオアズです。音楽同人サークルアルストローメリアリクオアズの魔性惜しみの島による二次創作のアレンジ曲で、2007年5月20日に頒布されたロベライトが初出。編集者は正義みの島さん。確かアルストローメリアリクオアズの代表だよね。ニコニコ動画では東宝アレンジサークルの中でもかなり有名な存在で、言わずと知れたバッドアップルフィート。飲み込も正義さんの編曲。他にはどんな曲を手掛けたことがあるの？ 2011年9月、R エンディングエイリックイートのプロデュースユニット RAMM として TV アニメバトルスピリッツ覇王の主題歌フリーダムを担当していて、ここでメジャーデビューを果たすのだ。うわぁバトスピ見てたよ。まさかあの曲も正義さんなんだ。そしてボーカルはのみこさん、アニメやゲームの主題歌等の歌詞活動を中心に、声優をしている。気品ある歌声でバッドアップルの良さを最大限に引き出しているんだよな。それにしてもバッドアップルってめちゃくちゃ有名だけど、一体なんでバッドアップルってここまで人気になったの？この二次創作曲を元にさらに派生した動画東宝バッドアップル PV 影がさらに大きな反響を巻き起こしたから。影 PV がめちゃくちゃ人気高いけど最初から作られたものではないのね。影を作ったのは無名のニコニコウプシュのアニラ氏。このアニラ氏によるニコニコ動画に対する再生数、コメント数、マイリスト数は膨大な数に達している。現在では YouTube にてついになんと1億1000万再生を突破していて衝撃の再生数を叩き出しているのだ。嘘でしょ1億1000万再生ってガチか。この曲だけで最悪5000万あたり稼いでいることに。いや驚くところそこ。冗談はさておき、あの素晴らしい影が人気をより獲得したんですね。音楽に合わせて髪の毛やドレスをゆらゆらと揺らしながらかすかに踊っている感じが素敵すぎよね。それにしてもバッドアップルの原曲って一体何なんだ？東宝プロジェクト第4弾、いわゆる東宝旧作の東宝幻想郷の三面道中のテーマ曲。なるほど、旧作の曲だったんだ。気になるこの曲の原作者ズン氏のコメントでは、この曲は、昔の私の曲みたいです。まあ、どんどん変な曲になってくんで、できるだけ昔っぽい曲を目指したんですけど、いいですよね、こんくらい軽快なの、三面っぽいし。と言っていて、ズンさんの中では昔の自分っぽい曲とのことです。ほえー、昔のズンさん意外とやんちゃやったんかな？ちなみにバッドアップルとは腐ったリンゴの意味。なのであの影では腐ったリンゴをレイムがマリサに食べさせてるということですね。食べたリンゴ腐っていたからマリサに食べさせるの？レイムちゃっかりしすぎだろ。話はアレンジの方に戻して、かっこいい歌詞、そしてもう一つ早割り歌詞にあった素晴らしい影 PV がこの曲を人気にした。また影ではキャラがたくさん出てくるところがいいんですよね。個人的には、曲の1周目が終わってプリズムリバー3姉妹が音楽を奏でているシーンがリズムとマッチしていてめちゃくちゃかっこいい。わかる。その後の幼獣組の影の使い方が天才すぎるんだよな。当時はミリメートル度もなかったので、当時の技術でヌルヌル動き、クオリティの高い映像を作り上げたことが人気の理由でしょうね。こういった完璧な曲に加えて、リピートしたくなる影からさらに再生回数が増えた、そんな感じで人気になったのではと思われますよ。最初に投稿されたのがニコニコ動画再生機なのが、最も重要な要因。最近
近マクドナルドはニコニコ関連をこすってるからバッドアップルもそういうことなんだろうな。ちなみに白と黒が独特の世界観を演出しているのですが、今回のマックナゲットは黒胡椒と白いガーリックをメインとしたナゲットなのでめちゃくちゃバッドアップルと相性いいんですよ。そっかだから、このナゲットの PV はバッドアップルを選出したのね。そしてバッドアップルは今や日本だけでなく世界で人気になってる。それもあって今回の PV のコメントは海外からのコメントも非常に多い。それでバッドアップルとこのマクドナルド公式の絵コンテにはどういうつながりがあるの？それは次の章でお話ししましょう。さて、この妙に雑なマクドナルド公式の絵コンテには元ネタがあるのです。ニコニコが急激に流行っていた頃2007年5月20日にさっき紹介したアルストローメリアリクオアズさんのサークルのアルバムロベライトにて、バッドアップルフィート、モミコがリリースされます。この曲も人気となり、踊ってみた、歌ってみたなど、ニコニコ動画に上がることになるのでした。影がない時点でも知名度は当時からあったのね。そしてミュウミュウ氏というニコニコライバーの方が動画タイトルにもあるようにウプ主が見たいバッドアップル PV 誰か書いてくれという思いで作った動画を投稿。まさか。そう、バッドアップルの影の元ネタの絵コンテ動画です。うわぁ、バッドアップルの影には元ネタがあったのか。しかしそれは失礼ながら絵コンテにも満たない字コンテと呼ばれるこの動画であり、人物というにはあまりにも大雑把な墓石や名簿と呼ばれる絵などで構成され、カット割りを指示した動画でした。確かに一発目のレイムから名前だけだもんね。雑な絵であり、字コンテや鬼発注と呼ばれるように一見理解しにくい。しかし PV を作る上で必要最低限の情報は入れており、キャラクターが登場するタイミング、温泉などの PV の舞台、キャラクターの行動などは素晴らしい発想。その他の演出面でも、冒頭ブレイムがリンゴを投げそれをマリサがキャッチし食べながら夜空を飛行する。乾燥のチェーン、ラン、テイ、冷戦、もみじの幼獣の耳つなぎ、早苗掃除中、ひなぐるぐる回ってなどの演出は構成の段階もちゃんとタイミングよく書かれていたのです。例えると失礼ながらワンパンマン原作みたいに絵は最低限だけど内容はめちゃくちゃ面白い原石だったんだ。とはいえさすがにコメント欄には批判や笑いのコメントが流れ、そもそも当初、それほど伸びていない動画だったのです。1万再生も届かないような動画だと、誰もが、おそらくミュウミュウさん自身も思っていたはずだ。しかし、当時大暴れしていたニコニコ動画というコンテンツでの投稿がいけなかった。ニコニコ動画にはニコニコランキングという流行動画をランキング形式で紹介する機能があるのです。そこでとある動画が1位となった。おい、マジなのか。そう、あの字コンテに絵をつけた動画なのだ。当時から5条コイル的な流れはあったんだな。そんな感じで1位になって1位とのクオリティのギャップのインパクトが強くニコニコ動画内で東宝プロジェクトファンの間で認知されました。その中には動画化を試みるユーザーもおり、また1位の動画を生み出す。そう、この動画でブームを巻き起こしたのです。そのブームは凄まじく、再び他の1位の動画が出ることになり、その度に字コンテの認知度を上げていくのでした。そして1年後の2009年、当時誰もが予想しなかった最高クオリティの影 PV がアミラシという無名の方によって生まれたのだ。バッドアップルにはそんな歴史があったのか。なのでこちらのマックの雑な絵コンテの投稿はバッドアップル影の原型が元ネタとなっているのです。マクド公式にしてはえらい雑いなと思ったらそういうことね。マクドナルド広報担当はバズり方をよく知ってますね。そしてこんな投稿だけでは終わらない。マジか。昨日13日に続いてマクドナルドから X である投稿がされました。それはなんとバッドアップルをベースとしたマックナゲット黒胡椒ガーリックの PV。本当にバッドアップルでマクドナルド PV が作られたということで、12日にバッドアップルの絵コンテを出した後に、13日にマクドナルド×東宝バッドアップルのコラボ PV が公開されました。まさかチルノのパーフェクト算数教室からこうも早く次の企画を立ててくれていたとは驚きだな。ほんまバッドアップルでコラボ PV が制作される日が来るなんて、驚愕ですよね。その動画内容としてはまず本家同様にレイムが現れて、リンゴの代わりにナゲットをマリサに手渡す。絵コンテ通りだ。そして全速持ちで運動を全くしないパチュリーがキレッキレのダンスを踊り出す。さすがにパチュリーもマクドナルド PV ということで気合が違うね。また本家の見どころの一つであるくるくる回ってはピリピリ回ってに変更されていますね。そして人肉と勘違いしているのかレミリアが嬉しそうにナゲットをソースにつける。次に藤原の猛攻が本家で火を出すようにナゲットを召喚して、今回の売りのソースにつけて食べるとうまいことを表します。イケメンもコタンノリノリやんか。なんだったらまさかのランランルーまで披露しますからね。この場面を選出した人最高だろ。そしてレイムがベンチでナゲットを食べてベンチごと倒れる。これは2004年のドナルドの噂という CM のネタですが、これをオマージュしています。東宝はオマージュが得意ですからね。最後にゆっくりマリサがゆっくりボイスで話していたりと、東宝関連をくまなく使っている PV ですよ。ゆっくりも使ってくれるとは、にしても最近大人気ファーストフードのマクドナルドが非常に東宝を押してくれて嬉しいな。コメントでもかなり評判がいいですよ。待って、最近マックと東宝コラボ多くない？バッドアップルやんアップル。ニコニコの歴史をよう知っとる。やっぱりバッドアップルだったか。
期待を裏切らないな。よりのよって開発経緯の方のパロディで行くんかよ。マックが本格的に東宝コラボしてほしい。これ公式で影アニメ化されたら一生押せるんだけど、本物に作ってもらっとるやないかい。ちゃっかりゆっくりも最後に出演。バッドアップルならぬブラックペッパー影で書かれるスパイスの効いた世界観に、神経が完全にジャックされた。今までのコラボ動画で、一番テンション上がったプロ仕事早すぎ。バッドアップルでマックとコラボは嬉しい。といったように、マクドナルドが東宝プロジェクトをしてくれることにファンたちは歓喜していますね。こうなってきたらやるしかないでしょ。ガチコラボ。コンパクヨウム×サムライマック。ゾンビ店がつけてるフライドポテト。ハクレイレイム×テキサスバーガー。いやその二つは別物すぎだろ。でもレイムとマリサはマクドナルドとのカラーリングと非常に相性がいいし、本当にコラボしたら面白いと思いますよ。そうなれるように東宝を少しでも盛り上げられるように2026年私たちも頑張っていかないとね。最後に今回東宝コラボ PV で紹介された黒胡椒、ガーリックマックナゲットを実際に食レポしようと思います。いや仕事早すぎだろ。さあ見てください。こちらが黒胡椒ガーリックナゲットなんですが黒胡椒がふんだんにまぶされていて、ヒエダー級の辛口コメントのごとくスパイシーさが伝わります。衣越しだけどミスチーの太もものように柔らかチキンが使われてそうですな。今回やみつき胸ニンニクソースとサワークリームタルタルソースが新作でおすすめソースに上がってるのですが、私が選んだソースはサワークリームタルタルソース。には渡りくたかの卵で作られてそうでいいじゃない。ではソースにつけて、いただきまら沖縄。うまみょーん。はい、うまみょんいただきました。それでどんな感じでうまみょんなのか教えろみょん。ソースのサワークリームはレイムのようにさっぱりした味わい。それに相反するはずのマリサのマスタースパークのようにパンチの効いた黒胡椒が意外にも相性がよく喧嘩せずに舌で美しい弾幕ごっこをしている。まさに東宝プロジェクトのレイマリのようや思った以上にいい食レポ。黒胡椒のスパイシーさを感じながらガーリックの風味が合わさってパンチ力すごいね。どれだけすごいかというと、レイムが晩期に向かって雑魚が生きがってんじゃないわよというぐらいパンチあるね。相当パンチ力あるね。ぜひ皆さんも東宝コラボ PV で紹介された飲料のパワーを秘めたこちらの黒胡椒ガーリックナゲットを実食してみてください。みんなの考える東宝コラボ商品をコメントで教えてくれよな。もし東宝に興味出たという方は東宝初心者向け動画もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。またこの動画が面白いと思ってくれたらチャンネル登録はハードルが高いと思うからハイプまたは高評価だけでも押していってくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。